ラジアファルコンズの千秋です。安藤です。7月20日に自民党が歴史的大敗を喫するっていう波乱の参院選が幕を閉じたんやけど、今回は選挙の結果の話じゃなくて、その時に記入済み投票用紙の写真を SNS に上げる人が大量に現れたり、開票時に偽造投票用紙がたくさん発見されて波紋を呼んどるっていう話をしていきたいんやけど、実際 X を見とると、候補者のアカウントへのリプライで、その候補者の名前が書かれた投票用紙の写真とともに文章でしっかりあなたに投票してきましたみたいな内容のポストをしてる人がいっぱいおるんやけど、こういう事態を受けてのヤフーニュースに、これは参院選の開票日の前の記事なんやけど、記入済み投票用紙 SNS の投稿は NG かっていう、タイトルの記事が上がっとって、参院選の投票日が迫る中、期日前投票で投票済みの用紙を撮影してSNS に投稿する動きが目立っていますと。で、投票日当日にこういった SNS の投稿を行うのは公職選挙法違反になる可能性があって、総務省が注意を呼びかけとると。公職選挙法違反になるっていうのが、公職選挙法では選挙運動は投票日の前日までって定められとるから、当日に投票用紙に記入された政党名とか候補者名を撮影して SNS に投稿する行為が特定の政党や候補者への投票を促す選挙運動とみなされる可能性がある。で、抵触するってなったら、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課される可能性がある。公職選挙法結構違反すると罰則が重い。選挙ポスターとかさ、あれ破いたら結構やばいことになるよな。普通にその辺にさ、ポスター貼ってあるから破られたりそうやけど、あれ実際破くと本当に偉いことになる。逮捕されるな。軽々しくやるもんじゃない。あと問題となるのが、日本の選挙の原則である秘密投票の原則に反する危険性があって、用紙の写真を SNS にアップする行為は、第三者が有権者に特定の候補者への投票を強要し、その証拠として写真の提出を求める事態を招きかねませんと。脅迫とか買収の温床になる。有名人がな、自分がこの政党入れましたって言ったら、それに追随して、あの人が入れてるから自分も入れようっていうなる可能性も、なきにしもある。そういうのもあるし、あとは、その投票が、投票の原則があるんやけど、これって憲法で保障されとるから、そもそも憲法違反やし、あとは、他人の投票の秘密とか、プライバシーを侵害する恐れがあるような。映り込んでしまったりする可能性もあるから、だから、投票所内での撮影を禁止しとる自治体もあるってことなの。普通に投票所で写真とか撮っとったらな、職員に目つけられるし。だから実際にさ、例えば、誰かを脅してさ、この候補者に入れろっつって、で、入れた証拠として写真撮ってこいって言えるもんな。確かに。実際にはないと思うけど、小さい村の集落とかさ、あとは政治団体とかがさ、団体のメンバーにさ、脅迫してさ、無理やりその候補者に入れることを強要したりしそうやん。できてしまうからな、それが。だから写真撮影ってのは、なんで許可されとるっていうか、できるようになっとんのかが謎やけど。あと、記入した投票用紙を SNS に上げるやつはさ、目的がよくわからんわ。個人的に。何がしてんかよくわからんな。いや、でも確かに X でよく見たぞ、今回。それこそ先の話じゃないけど、候補者のリプで投票しました。本人に送りつけとるやつ。SNS 上でさ、支持政党、候補者を晒すってのリスク高いけどな。最近は熱狂的な支持者がおる、候補者とか政党でそういう人が多い気がするけどな。最近、参政党が大躍進したり、いわゆる保守系の政党とか候補者がさ、躍進したやん。そういう保守系の候補者に対するリプで投票用紙晒しとるやつがいっぱいおった。逆に自民党の候補者に入れましたみたいな言ってるやつは俺は見つからんだけどな。確かにな。やっぱそういう支持層が集まって持ち上げとるんじゃない？写真でさ、堂々と漢字間違っとるやつとかもってさ、そいつへの批判みたいなのも集まっとってさ、いや確かにな。漢字間違っとるやんけみたいな。それも好評やぞみたいな。そういう奴らこそちょっと敵に回したら大変なことになるから。あとは参院選じゃないけどさ、奈良市議選に出とったヘズマリュウの支持者とかでも、ヘズマリュウって書いた投票用紙写真撮ってさ、晒してるやついっぱいおったわ。俺思ったんやけど、今こうやって投票率の低下が話題になってるから、逆に投票行くことで政治参加してますアピールをしようとして、写真撮って、そういう SNS で晒しとんのじゃないかなと思って。意識高いアピールかな。だから。なるほどね。俺はちゃんと政治に参加してるっていうか、政治に関心持っとるすごいやつやぞみたいな。いやでも逆にさ、リアルでそんなやつおったら距離置くけどな。てかリアルで見たことないよな。いやない。だから政治について語るやつな。
でもさ、中にはさ、普通にリアルのつながりがある媒体でさ、出しとるやつもおるやん。俺らの身近ではないけどさ、今回 X で晒したやつが、実際にフォロワーとして職場の人がおったりとかさ、実際の友達とかっていうやつもおるやん、中には。だからさ、実際に知り合いがさ、誰が見とるかわからん中で、支持政党を SS に晒すっていうのは、モラルがどうなんて思うけどな。あんまり支持政党を明確にするのっていう微妙やんな。だってそれこそさ、昔から政治とか宗教とか野球の話は職場でするのみたいな言われとるやん。いや、同じくくりやん。そうやな。そもそもこの写真で撮って SNS に上げたらあかんっていうことが理解してないやつが多い気がするわ。そもそも何が悪いか分かってない。それがあかんって分かってないってことがもうさ、そうそう。政治とか選挙とかに関するさ、知識がないことを晒しとることになるよ。そうそうそう。関心があるのかないのかよくわからんわ。意識高いアピールしとるつもりが無知を晒しとるだけっていう。知識浅いのがバレバレやんの。なんとなく支持しとるみたいな。なんとなくその政党がいい気がするみたいな。政治の仕組みとかさ、までは理解してないってことやん。俺も全然意識してなかったけどさ、本当に今回自分が書いた投票用紙をさ、X に上げとるやつが多くてさ。選挙行けっていうくせに、選挙の原則すら知らんのかっていう感じなんです。普通にさ、もう投票行きましたっていう自分のポストだけでいいのに、わざわざそんな無知を自分から晒しに行っとるのが、軽すぎるやろ。候補者も候補者なら支持層も支持層よ。写真上げるやつも良くないけど、そもそもこうやって写真が上げれるような仕組みになっとることも問題なんだ。結構さ、この参院選の時にさ、問題になったんやけど、まあ最初にも言ったけど、偽造投票用紙が発見されたっていうトラブルがあってさ、これはな、東京の東久留米市の開票所なんやけど、偽造された投票用紙が、合計で38枚発見されて、で、まあこれらの用紙に、その特定の政党名が記載されとって、まあ投票時に混入された可能性があると。ただ、本物と同じような大きさと色やったけど、まあ一目で偽物ってわかる紙質やったから、まあ、無効票とされたんやけど、その外からそういう偽造投票紙が持ち込める環境にあるっていうのもな。あと、偽造投票用紙じゃないんやけど、なりすましとかがあって、福岡県なんやけど、女性が自分の母親の入場整理券を使って、母親になりすまして投票しとったっていう事件っていうかまあトラブルがあって、まあ事件か。公職選挙法違反やわな。投票所ってさ、身分証の提示がないから、なりすましし放題よ。いや、し放題。ほんまに自治体にもよると思うけど、誰々さんですかって、はいって言って、はがき渡して、交換して、それでできてしまうからな。そうそう。まあそう、自治体によってマイナンバーカードを出したりとかっていうところもあるらしいんやけど、俺が投票した東京23区の投票所では全然そんなんなかったの。やりたい放題やと思ったわ。だから俺が聞いた話やと、期日前投票で自分の文を書いて、で、当日、嫁とか息子の方で自分の支持政党を書くっていう事件もあったらしくて。でもそれがまかり通ってしまうからな。ほんまにガバガバやと思うわ。てか、身内じゃなくてもできるよな、そんなの。うん、できるできる。そいつの名前と生年月日と住所知っとったら、友達とかのやでもいけるわな。そう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 。でもこれのさ、難しいところがさ、仮にちょっとめんどくさいやり方したら、それはそれでめんどくさいから投票いかんっていう層も出てくるやん。投票はしてほしいけど、難しくしたら投票してくれんっていうジレンマ。でも、投票までのハードルを上げると、今度は与党、てかまあ政府が投票率を下げようとしてるって文句言う層も出てくるから。今回もさ、3連休の真ん中が投票日やったからさ。やったな、すげえ言われとるやんな。自民党があえて投票率下げてさ、自分らが議席獲得しやすいようにしとるみたいな。組織票が生きるようにしとるみたいな。めっちゃ言われとるやんな。効果あったんかな。まあどうなのな。期日前投票が今回すごい多かったみたいやから。でも自民な歴史的背景。まあ、そうやな。過半数割れたから、普通の土日にしとったらもっと議席を失っとったっていう可能性もあるんかもしれんけど。じゃあまだマシな可能性があるんか、これで。これは、トラブルっていうわけでもないけど、今回の参院選で、投票日の前に、投票所に行くときに、ボールペンか、マジックを持ってけっていうポストがすげえ拡散されて。見たわ。鉛筆で書くと消されるからっていう、全く根拠のないデマが広がって。アルミホイル案件な。そう。投票用紙写真撮ったやつがさ、写真撮ってその SNS で晒したやつに対して、ボールペンで書けよみたいな。めっちゃ撮るやつもあって。鉛筆は書かない方がいいですよみたいな。本気でなんか言ってそうなやつがおる。
それさ、ネタとかじゃなくてさ、普通にガチで言っとるんやんな。そうやな。本当になんかちょっと怖いんやけど。どういう思考になったらそういうさ、考えになるんや。ガチで消されると思っとる。免許証をレンチンする奴らと被っとると思うで。そういう奴ら。同じやろ。まあまあ、マイナンバーとかを未だに作らん支持層とかや。実際それでマジックで書いとるやつもおったな。X で見た感じやと。見たわ。でもあれ実際にボールペンで書くと、滲んだり、他の投票用紙に色が移ったりするから、やめろって言っとるのよ。逆にマイナスや。毎回選挙になるたびに新しいこういうネタっていうかさ、話題がつく。陰謀論みたいなんかな。でもそれも本気で言っとんのか、ただただ話題を作りたくて言っとんのかわからんけどな。いや、本気で言っとる。もちろん中にはな、ネタで言っとるやつもおると思うけど、でも、実際そういうポストしとるやつのページ飛んだら、やっぱり明らかにそういう感じやなっていうのは何人かおって。スピっとる感じです。だからやっぱり、投票率が上がるっていうのはさ、陰謀論とかもさ、徹底的に信じ込むような感じの奴らもさ、参加してくるからさ、政治に。それも民意といえば民意なんやけど、投票率が上がるのってやっぱいいことばっかじゃないなと思うわ。まあそうやな。俺らはそれは前々から言ってるよな。投票率上げりゃいいもんじゃないっていう。っていう問題じゃないって。投票率上がらん方がいいんじゃないか論者やからな、俺ら。選挙行かなくてもいいんじゃないかっていう説を唱えとるからな。まあある意味真理やと思うけどな。でもな、今ってさ、開票作業がさ、YouTube とかでさ、ライブ中継されとんだよな。はいはい。それを見て、不審な動きしとるやつがおるとか言ってさ、それ聞いとって、X に上げとるやつがおるんよ。これ消しゴムで消しとんちゃうんかみたいな。全然そんな風に見えやんだけど、俺は。被害妄想が過ぎる、これは。もう最近政治のな、そういう熱が過熱しとるからさ。いいことなんか悪いことかわからんけど。過激な意見がな、出てきて、もう怖いわ。選挙に行こうって言うならまだいいんやけど、特定の政党支持するやつをめっちゃ批判、誹謗中傷したりする流れもあるから。はいはいはい。怖いわ、ほんま。各々の信念があるのにな、それは。投票用紙の写真を撮るのは、マジで周りにも迷惑やし、もう自分の何も知らんっていう、みっともない行為をさ、晒してるだけやから、そういうことをやめるような風潮ができたらいいなと思うわ。てかもう禁止やな、禁止。投票所で撮影するなんて。それ意味がない。マジで写真を撮って拡散する。今回はそんな感じで、記入済み投票用紙の写真撮影と偽造投票用紙が発見されたっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。